皆さん、こんにちは。心理カウンセラーの佐藤志人と申します。今日は普段私がクライアントさんと取り組んでいるこちら、あるまま日記についてお伝えします。この動画は前半後半の2部構成になります。前半はこの日記の書き方について、そして後半はよくいただく質問、これにお答えする形で後半進めます。お時間にしまして全部で6分7分になります。どうぞ最後までご視聴のほどお願いいたします。では早速ですけどもね、この日記の目的、そして効果についてです。大きくこの3点挙げられます。1点目、自分の心や体のバロメーターがわかります。バロメーターですからね、今上がる調子なのかな、調子がいいのかな、それとも下降線たどってるのかな、これが日々日記をつけることによってわかりますよっていうことです。それから2点目、自分の自律神経が整います。3点目、ご自分の気持ちが穏やか、ぶれることがなくなりますよっていうことです。よくね、自分の気持ちがすごくぶれてしまって、もう大変だーって方いらっしゃるんですが、そういうことが随分と減っていきます。さあ、この3つがね、この日記の目的、効果になります。さあ、ではこの日記をね、書く時間帯なんですけどもね、できれば寝る前だったり、翌日目を覚ました朝方だったり、自分自身と向き合える時間帯、これがおすすめです。さあ、次に書く内容、書く順番についてです。全部で4つです。1つ目、自分の五感で感じたこと。2つ目、その日一日を振り返ってできなかったこと。3つ目、その日一日を振り返ってできたこと。そして4つ目が、明日の目標や取り組んでみたいこと。この4つ書いてほしいんですね。で、お願いが2つあります。1つ目は、書く順番は守ってください。それから2つ目は、可能な限り毎日書いてほしいんですね。この日記ね、長くても5分、10分、そんなにかからないと思うんですよ。ぜひ、毎日続けていただければと思います。さあ、前半ここまでになります。では、後半はね、よくいただく質問にお答えする形で進めていこうと思います。さあ、今日はこちら。できなかったことに対するお問い合わせです。よくいただくのがね、無理やり見つけなきゃダメですか？ないときはどうするんですか？っていうお問い合わせです。この質問に関しましては、なければないでいいですよ。無理やり見つけなくていいですよってお伝えしています。多分ね、何もなかったよっていう日、これあってもおかしくないですよね。そういう時はね、なしで大丈夫です。そして、じゃあもしね、見つかったとしますね。あった場合、その時にね、やっていただきたいことはこちらです。原因追求をするのではなくて、その時の気持ちを受け止めてほしいんです。これ、とかくね、私たちってね、できなかった時は、どうしてできなかったんだろうと原因究明に走りがちです。これがですよ、100% 原因が分かればいいですが、分からないことって多くありませんか？そうしますね、なんでだろう、なんでだろうって、これ、ますますこんな風にこうぐる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 回り始めませんか？これ、車で言うと、アイドリングですよね。脳のエネルギーを消費してしまいます。ですから、これはね、原因究明はしなくていいですよ。それよりも、その時のお気持ち、どういう気持ちでしたか？それをきちんと受け止めてくださいねってお願いしています。できなかった時っていうのは、不安とか怖いとか寂しいとか辛い、おおむねマイナスの感情が出てくるはずなんですよ。で、そういった気持ちをね、蓋をするとか嫌だっていうふうにするのではなく、ぎゅーっと自分でハグしてほしいんですよ。そうだよね。こういう気持ちだったんだよね。そうだよね。こういう感じです。そうしますね。今お伝えしたこのマイナスの感情って軽くなりませんか？ぜひね、できなかったことに対しては、その時の気持ちを十分に受け止めてくださいねってお願いしています。あと、このできなかったことに対してなんですけどもね、中には普段できてるはずのことが、今日に限ってなんでできなかったんだろう。そういうケースもあると思うんですよ。その時にね、ぜひね、次のように考えていただきたいんです。今日、心身のバロメーターがわかるんですよってお伝えしました。
普段できていることができないっていうのは、調子が下がってるよっていうことですよね、まさにね。で、それがですよ、ね、じゃあそうですね、普段朝起きてシャワーを浴びてる方が、今日に限ってなんかな、元気なくてできなかったんだよな。さあ、その状態が3日も4日も1週間も続いたら、これどうですか？どん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 調子が悪くて、もうイエローラインやレッドラインを下ってしまうよ。これちょっとしたサインですよね。そのサインを見逃すことがないよっていうことです。ですから、できなかったっていうものを見つけたときにはね、普段できているものなのに、なんでなんだろう、どうして今日できなかったんだろう。これは下降線のサインっていうふうに受け止めてほしいんです。そして、これね、日々書いてくださいってお願いしました。そうしますと何がわかるのかっていうと、私たちって結構ね、過去にも似たようなケース、何回かしてるはずなんですよ。ああ、そうだよ。ね、朝シャワー浴びるのがどうも嫌だったな。2ヶ月前もあったな。半年前もあったな。これね、日記をパラパラーっとめくっていただくとね、似たようなケース出てくるはずなんです。で、そこで、あ、前回はこういうことをしたからリカバーできたんだな。ちゃんとこれ記録を見ればわかりますよね。さあ、今ね、リカバーする方法ってお伝えしましたが、これは我々心理カウンセラーが、これした方がいいですよ、あれしたらいいですよって言い当てることができるものではないですよね。これカウンセリングでは、答えはご本人の中にあるってよく言うんですけどもね、記録を日々取っていただきますと、まさに自分の中に答えがあるよ、過去のデータの中に答えがありますよっていうことです。さあ、ぜひね、このありのまま日記、日々つけていただければと思います。で、今日はね、ここまでになりますけども、次回は、この五感ってどういうことこれもね、お問い合わせいただきますので、第2回でこの五感っていうものについて考えていこうと思います。今日はここまでになります。最後までご視聴くださり、本当にありがとうございました。ではまた。